最终回了。私の見る生存の未来は絶対ではなく、生きることに手を抜けば当然死ぬ。だが戦を通してあなた様が得る経験は計り知れない。是狮子库どうか吗？ご無事で、時行様。女子供を先に逃がせ。他是要进行一些什么洗礼吗？敵の大軍もそこで防げる。我らは展開。後方の敵を一丸で防ぐぞ。おれ、マナ様。愚かな星だとが引き返してきた。国士様の命令だ。哇，全是妖魔鬼怪。こんな子供と全財産は山分けじゃ。雫の話ではこの和田米丸ってやつが国がこの絵を率いている。こいつさえ討ち取れば国士軍は弱体化するってわけだ。討ち取る？逆だよ小次郎。まず利用して弱体化させる。おら、ここから後ろは俺についてこい。あの山に登れ。全軍で星名島を追うのでは。バカどもかい。山を越えりゃ敵の裏へ回れる。挟み撃ちで皆殺しにできんだよ。さっさとこねてぶっ殺す。おら。この撤退戦は平地での戦い。伏兵などの策が使えず、数で劣る星名島は純粋に不利となれば、何とかして还是有米粒儿。分散させたい。そこで彼の得意なあれを使う。米丸様に遅れるな。どんどん登れ。なんだ米丸様。可不可以真的很会善用其他人的弱点来？他真的很厉害。哦，是假的。なるほど。昨日のうちに奴の姿を覚えて化けたのか。大したもんだ。三海様の老頭たちは。なるほどな。川中島の諏訪神道はどいつも粒揃いってわけか。太厉害了！那人那么胖，他都完全能模仿的出人入化。きっとあなたたちの力になってくれるはず。他很可靠的。今の俺じゃ大人とまともに戦うのは分が悪い。小ささを生かして高台へ抜け出し、助太刀が必要な味方を探す。効果的な一撃を浴びせてまた高台へ。繰り返すうちに見えてきた戦場の全体の形。今手を打つべき場所。星名島の協力が欲しい。4、5人必要だ。おいおっさん、一緒に来てくれ。あんただよ、顔面が集中戦のおっさん。极红线。ここで真顔に戻るな、ややこしい。あんたも来てくれよ。全体的に四角いおっさん。四边形。じゃあ拙者じゃないな。じゃあもう急に悪い要素増やすな。例えられなくなんだろ。わしも何かに这是被有洗。とにかく来い。川岸を伝って背後の女子供を狙う敵がいる。俺らで固まって横腹に切り込むぞ。对，听令于这些小孩儿。ハゲじゃない。よく見ろ。後頭部は生えてるけど反ってるんだ。星名島めんどくせえ。いや、味方の名前を覚えてない俺が悪い。次からは飯時にでも挨拶に回ろう。这个反思也好可愛啊！なんでここに？お前の持ち場はずっと向こうだろ。ふばき！他是不是饿了？しっかりしろ。大丈夫か？おい。饿了我就知道。では本気でなんてね。ゼルの代わりになんて燃費の悪い。資格と丸が混在してるおっさんとほぼハゲだけどチゲも残っててそのままチゲを取ったおっさん。
还是记住名字吧，应该都还没死。大社の稚児の一匹か。飲みの首など何の自慢にもならねえが。真的在他们眼里就像翘子。哦，是不是海豹吗？日本在来馬の最高速度は約40キロ。突然真实。プロボクサーのパンチの最高速度とほぼ同じである。つまり馬に乗って太刀を構えて突進するだけでジャブの速度のバカでかい刃物が飛んでくるのだ。哇！啊！マジか。どうした俺。でかい口叩く割には見た目通りか。腕力差と体重差と相対速度。只能躲了，感觉あともう受けることもできねえ。小次郎、もういい。体格勝負の騎馬戦じゃ勝ち目はない。死ぬから逃げろ。俺が抜けたら終わりだぜ、おっさんたち。この場の騎馬があいつ一人になっちまう。歩兵は速さ力で騎馬に完全不利だ。だからあいつは騎馬の2人を真っ先に落とした。ここで俺が脱落すればデブ無双が很敏锐，很快就了解战况了。交差するたび弱っていくね。次の一撃を防ぐ筋力が残っていない。他也很会打。小次郎、俺のことはいい。早く残敵を片付けろ。优先解决了他这个防御能力。そういや、なんでみんな俺の名を知ってんだ。ああ、昨日散々三使様が連呼してたからな。小次郎、いいぞ小次郎、絶対に死ぬなよ。見て見て、あの小次郎、うちの老頭。活躍してるあの小次郎、私の友達。初だが小次别郎。死！还要回去好好记住他们的名字呢。主君の恥にならねえように、せめて人たち浴びせねえと。用上腾空的这个力量。嘘だろ。あの図体であれをかわすかよ。あら、足玉でよ。この傷は高くつくぜ。さすが一軍を率いる将は違うぜ。オラオラうるせえのも将たる者の威勢ってやつだ。今度俺も真似てみるか。てかやばい、もう力が。おいこら、へばるな。楽には死なせてやれなくなった。まずは腕から一本ずつ。哦，油断して馬を止めたな。这是一个陷阱吗？お前を助ける兵は誰もいないぞ。やれ小次郎、お前の手柄だ。やばい、楽しい。みんなで戦うのすっげえ楽しい。不用不进瞬间。長者島の小次郎、その
哦，帅！いやー、何をグズグズしておるのじゃ。霧まで出てよく見えん。敵のしんがりが奮戦してますね。一進一退だ。まあいずれは数の差で潰せるでしょう。あの調子では女子供には逃げられますが。おい市川、女はマロが寄りすぐってマロの楽園に入れるのじゃ。いやしかし我らが言ったら国士様の護衛が。敵が逃げた今、護衛など無用。面知らぬのか田舎侍が。さては己の身が可愛いか。武士ならば戦って命をかけ。まったく。哦，帅！星名様、妻子は全員安全圏に逃げました。よし、全軍撤退の鐘を鳴らせ。しんがりだけは残って敵を引きつけろ。我突然觉得服部 K 有点让我想到龟，不是假发，是龟。あなたたちに逃げろと諭した責任が私にはあります。ここまで来て私だけ追われる恐怖を味わわないなど。召使い様、そこまで我らのことを。他想，要不然就浪费这机会了。这人就总是一本正经的，做着最恐怖的事儿。しながら後方射撃。馬と矢が邪魔でうかつに進めん。あのガキ、勝利を目前に。うっかり急所に当たって死ぬとかごめんだ。勝ち戦の後の褒美を考え始めると、敵は命がけで前に出なくなる。さらに最も危険な撤退の最後尾、しんがりを務めた武士は、あっぱれだ、見使い様。味方から絶大な信頼を得ることになる。その間に自分がこの刀で戦を決める。他殿后。狙いは国士だ。責任問題だ。俺の首が飛ぶ。国士様、右から敵が。なんじゃ、無能市川が何か叫んでおる。この後に及んでまだおじけづくか。俺の軍が国士の護衛を離れる瞬間、朝霧に身を隠し、直取手机。跟这个雾好配啊！哦，已经来不及了。このマロを殺そうと帝から任じられた国士であるこのマロを殺すのは傑作。無能の敵将は生かしてこそ役に立つ。太帅了，还有他的这个飘逸的头发。川向こうに大量の旗の影。あんなところに味方はいません。いやー、マロを狙う別動隊じゃ。落ち着いて。吓他的。兵が動く音がしない。旗だけ立てた偽装かも。バカ者、今にも襲ってきそうではないか。早く米丸の軍を呼び戻せ。大角の太鼓を鳴らすのじゃ。完全在计划之中。瀬太郎、米丸の代わりにうちの兵を前線に出せ。はっ。星名を柵の向こうに追い払ったら、こちらも柵を築いて奪った領地を確定させろ。楽勝の戦がこいつのせいでグダグダだ。この国士、俺たちにとっても厄介だぞ。自损1000。敵が退却していくぞ。吹雪の策が成功した。立てた旗が偽装とバレればすぐ戻ってきます。今のうちに柵の向こうへ逃げ込みましょう。おう。
ったですが、手柄はあげたのでしょうね。吹雪。すごいぞ、米丸のやつを仕留めやがった。でかした。証拠の首は？首は取らずに置いといた。あいつから結構いろいろ学ばせてもらったし。それに首持ってきても星名のおっさん恩賞出せねえだろ。領地を半分もなくした直後に。やかましい、図星だ。やかましい。だが初めてだ、こんなに気持ちのいい負け戦は。星名殿、よくご無事で。さすが星名殿。領地は失ったが、まるで勝ったようだな。この笑顔が还有这么多人等着他们回来呢。生き延びて得るものか。北信濃の少領主星名氏はこの後領地を追われて南へ移住。時代の流れで主君が何度も変わるが、危機のたびに巧みに乗り越え、明治まで続く生き延び上手の大名。没有再去寻死了。そして何より時行にとっては間近に迫る大乱の重要な戦力となるのである。明神様に伝えてくれ。我が星名党は三使様とその老頭たちに命をいただいたと。一度いただいたこの命、負けようが逃げようが大切に使い、明神様のお力になりますと。はい。三使様、我らの領に寄っていってくれ。大したもてなしはできないが礼がしたい。ごちそうだ。なあボーン、礼は受け取っとくもんだぜ。早く帰って無事を知らせたいんだ。きっとみんな大众还心很担配してる。心呢。一人で残ったっていいんだぜ。若の護衛は俺たちがいれば十分だ。自分もお土産をもらいましたので。チェ、お利口さんがよ。ありがとう小次郎、吹雪、玄馬。いや、俺はごちそうなんか別に。あうっ。我が君の活躍も素晴らしいものでした。今回の戦は高くつくからな。太美了，就是波光粼粼的水，映衬着少主小脸蛋儿。寝ちゃった。父様。等着他们的凯旋呢。時行様はじきに戻られるよ。戻ったらお祝い。又是这个音乐。美味しいものたくさん作ろう。帰ってくるまでに準備しないと。精がつくようお肉用意しよう。ちゃんと形をとどめて持ち帰ってきてね。こ哦の調子で味方を増やそう。死にたがる武士を生きたがりにして仲間にするんだ。啊！怎么还有彩虹？神经！哇！啊！哦，我喜欢最后这个结尾啊！怎么就结束了？我真的好喜欢哦，感觉每周一集看的刚刚好。
集看的比较晚，所以我已经知道第2季制作已经决定了，非常的期待。应该看第2季的时候，我还是会在这里看，并且我还没打算去看漫画，我应该还是打算看动画吧。还是挺喜欢少桃的，尤其他的动画做的真的非常的出彩。个人感觉呢，他还是很戳中我的笑点的，虽然我笑点本身就很低。但是我觉得他又没有完全消解掉那种历史剧的那种严肃，我觉得他在那些血腥场面的刻画，还有在这些战争的残酷，这些整个的渲染上，并没有就是说去做什么弱化，而是非常就是血淋淋的放在你的眼前，而且其实很多时候是非常突兀的，就让人感受到这其中的残酷感吧。很多的悲剧都发生在刹那间的。觉得石行、赖仲，然后包括整个主角团，他们这些狼党们，我真的都太喜欢了，真的太可爱了，就真的很有治愈感吧。他们的相处模式也真的又暖心又搞笑。我觉得说到底，这个番本身它漫画也是 Jump 系列的嘛，它肯定不可能完全都是只是历史剧的感觉。我个人感受的话，我觉得是他把这些喜剧的元素融入的还可以。最重要的是，我觉得他非常有创意。结合了一些现代的元素，包括一些游戏啊，或者是一些很巧妙的比喻类比，我就觉得这样它肯定是更好抓住就是 Jump 读者吧。而且虽然它有很多喜剧元素，但整个故事还是比较就是悲剧性的吧。也能看出来少主他要夺取天下这个旅程也算是刚刚起步，我觉得未来肯定也会伴随着很多的悲剧。我觉得他这个旅途他一定是会遇到一些很虐心的这种情节的。我也很喜欢像这一集就是有描绘到像少主还有Nezu 他们看到他们这个战争的结果，看到那些死去的人们倒下的人们，他们的神情是怎么样的。虽然战场上如果不打对方的话死的就是自己，但是每一个个体他们身后都有着自己的家庭，每个人都有想要守护的东西。归根到底，这样的战死还是非常令人唏嘘的吧。我也很喜欢经过就是少主他们的这个帮助，这些一心想要献身想要牺牲的人们终于又放弃了这样的念头，然后能够好好的回去跟家人等着他们的人去就是守护好他们，留在他们的身边，巧妙的让最开始Nezu记不住他们的名字，看上去用了一个很搞笑的一个手法，但是这个设计又很暖心，就是让Nezu能够记住他们每个人的名字，他们每个人都是有血有肉有姓名的。最后就是大家的这种凝聚力，大家对于少主这种信任，我很喜欢。这其实也是赖仲就是看到实行的这个点吧，就是他作为这种大将或者说是领导的这个气势，气度气量他并不是能够很好取缔的。归根到底，战争总体来讲都还是带来的是更多的不幸吧。少桃并没有规避这一点，而是以这些小孩子们的视角，那孩子们本身就是带着一些可能比较天真无邪的这么一个性格在里面嘛。看的真的是很享受其中的，好希望他能再来个12集，真的很期待实行之后跟他这些伙伴们的这个旅途了。我接下来足利尊氏估计也会发一些狠招吧，就这一季只是看到他恐怖面目下的这个冰山一角。不知道大家对于这一季的这个表现如何评价了？我觉得他也贡献了应该算是我这一个季度最喜欢的ED了，虽然也有一些其他我比较喜欢的，但是这个ED整体给我的感觉是留下最深刻印象的吧。这是这面结束啦，感谢这一季的陪伴，我们下期再见，拜拜。